ご覧の提供でお届けします。はいさーい、かなさんただいまです。おかえりなさい。平和通り、そして公設市場ね、回ってきたんですけれども、ね、アポなしでもいろいろ行けましたね。アポなしでいろいろ行けました、はい、アポなしシーサー、アポなしマッサージ、もすごい気持ちよさそうだった。そうですね、なんかもう本当に何でもあるな、マッサージ屋さんって、あとはもうサーターアンダギーだったり、公設市場もね見てきたんですけれども、まずね順番を追ってちょっと振り返りたいと思いますけれども、じゃじゃーん、招き猫シーサー、招きシーサー、かわいい、かわいいですよね。ちゃんとシーサーの本来の口開けてるの口開けてないのもちゃんと表現しつつ、ここに招き猫も入ってて、もうね服を呼ぶみたいな感じね。猫好きにはたまらないなんかグッズがたくさんありましたね。はい。あ、ね、バンソンさんね、大好きだからね。はい。うちのね、もうまさにこの猫シーサーがもううちにある猫ちゃんね。リアルなね。ここら辺にうちの愛猫ですって。うちのもう可愛すぎてね。うちの子本当にね一緒に寝るし。もう本当に可愛い子なんですけれども、メロメロじゃないですか。メロメロなんですよ。だからね、店主さんとね、このユンコお坊さんの店主さんとの猫愛がすごい伝わって、確かに意気投合して、本当にアポなしで行ったんですけども、きっとそのいい方でしたね。はい、その猫愛がもうすごいお互いなんか感じたんでしょうね。でもマッサージ。マッサージもね。よかったです。後ろに地元の方もね、お客さんも普通にいらっしゃってましたよね。そう、いらっしゃいました、いらっしゃいました。僕もね、平和通りって実はよく歩いて通るんですけれども、地元の年配の方のユンタクの場に結構なってる印象です。みんな結構素敵なゆっくりしてるんですよね。マッサージ屋さん、そうなんですよ。で、そこからサーターアンダギーと黒糖。そう。やっぱりね、沖縄で言えばね、もう黒糖もサーターアンダギーも有名なところではあるんですけれども、あちらのお店はね、やはりカフェスペースもあってとても美味しそうなドリンクもいっぱいあるので、そこはね観光客でも地元の方でもゆっくりできる場所にもなってます。そして次はね、公設市場。ここもね賑わってましたね。実はこの公設市場って我々は今回ロケで行ったのは仮設なんですね。で、なんで仮設かと言いますと、本物の新しい公設市場がもうじきオープンされるので、楽しみ。この映像では仮設の方の公設市場にはお紹介させていただいたんですけども、多分ぼちぼちオープンされるので、皆さんこれを見て公設市場に行かれるともうきっと新しい場所になってるんじゃないかなと思いますね。もうさらに賑わってると思いますよ。だと思いますね。もう場所がすぐ横なので間違うことはないです、という感じなんですけれども、そちらでもね。やはりいろいろ果物、島豆腐、地豆豆腐、実は地豆豆腐ってびっくりしたんですけれども、ピーナッツと豆腐を混ぜてるかなと思ったら豆腐使ってないらしいですね。違うんですか？ちょっとだけ説明を受けたので、ちょっとそれを見てみましょう。地豆豆腐って豆腐使ってないんですか？ピーナッツだけですか？はい、もう大豆は使ってなくて落花生だけを使った沖縄の郷土料理になります。僕大好きなんだけど。地豆豆腐っていう名前だから当然豆腐入ってるって思ってました。そうですね、見た目だったりそういった作り方がお豆腐に似てるので、ジーマミが落花生っていう意味なんですけど、落花生のお豆腐のようなものっていうのでついてる名前になります。ということなんですけれども、食感とかも独特ですよね。地豆豆腐もあって、その次は漬物屋さん。種類多すぎませんでした？すごかったですね。多すぎましたけども、全部美味しかった。もうね、映像で分からなかったけど僕ずっと食べてました。そうなの？買わなかったの？これまでかなさんにはね、食べたいっていろいろ言われたけど、あんまりねスタジオに持ってくるのはなかなかできないからね。そう食べたいんですけど、今日あります。やったー、今日初めてねかなさんね、もうずっとね何も食べれないのはかわいそうって思ってやった用意しましたので、ありがとうございます。持ってきます。やったー。持ってきました。サーターアンダギーもわ、嬉しい。ありますけれども、おやつだ。そしてね、ユンコボさんのもう猫ちゃんの箸置きもとっても可
可愛い。仰向けになってますね、猫ちゃんが。そう、お腹を見せてるうちの子もよくやりますけれども、可愛い。ちょっと食べてみましょう。説明しますけれども、はい、こちらは島らっきょうの塩漬けですね。はい、で、同じ島らっきょうのこちらキムチに、なっております。で、こちらはゴーヤーで大根のシークワーサー漬け。あ、塩漬けじゃなくて、はい、シークワーサーで味付けされている。そしてまあデザートをお口直しに、サーターアンダギーはプレーンと黒糖とこれココナッツですね。面白い。ココナッツあるんだ。はい、じゃあどうぞ。はい、いただきます。じゃあもう定番の、やっぱり、はい、定番のそうですね。塩漬けで。島らっきょうの塩漬け、これ好きなんですよ。いただきます。島らっきょうってね、噛んだ時のこの音。聞こえますか？このシャキシャキがね。シャキシャキがね、最高なんですよね。で、風味がこの鼻に抜ける感じがね、これ癖になるんですよ。美味しい。あ、じゃあ僕もちょっと。これ美味しい。キムチバージョンもいきましょうよ。キムチバージョンもいきましょう。キムチもね、好きなんですよね。これ辛いかな。辛いのは大丈夫ですか？辛いの全然大丈夫です。僕も辛いの割と。これまたね、深みが違うんですよ。食べてみてください。いただきます。あ、本当だ、また違った味わい。あ、これ好き。いいですね。これもちろん島らっきょうの辛さとキムチの少しした辛さも入ってるんですけれども、キムチ辛いだけじじゃなくて甘みも少しあって、これでめっちゃいいバランス。そう、結構マイルドな感じで食べやすいかもしれないですね。意外とね、食べやすいですね。美味しい。じゃあ次はね、サーターアンダギー行く前にこの漬物の大根のね、シークワーサー。これ私食べたことない、シークワーサー漬けって。どうぞどうぞ。はい、いきます。もうこれが一番好きなんですよ。大根の漬物はすごく好き、もともと好きなんですけれども、またね、ここにシークワーサー、沖縄らしいシークワーサーの風味が入ってるっていうのはもうね、今太陽と草原と海が目の前に現れました。これを口にした途端。本当？美味しい。見えました？見えました。沖縄の海と大地を感じました。こちらはね、もうとても古いお店で、店主さんがもうおばあちゃんの代からもずっとやってたらしいですし、とても有名なところなんですけどね、やっぱりもうずっと続いてる漬物の腕もやっぱりこの味に感じられると思いますけれども、ちょっとデザート感覚としてやったー、沖縄の有名なおやつサーターアンダギーを、じゃあココナッツ食べてみようかな。これなんか新しくないですか、ココナッツって。ココナッツですね。初めて。じゃあ僕プレーンいきます。やっぱりもうプレーンで一番これね、クリスタルが言ってたのが沖縄ドーナツって言ってたんですけれども、このドーナツってフランス語でベニエって言うんですね。ベニエって言うんですけれども、アメリカでドーナツっていうのはこういう丸いで真ん中に穴が開いてるとかってイメージじゃないですか。フランス語のベニエって割とこういう形なんですよ。あ、似てるんですか？だからサーターアンダギーに非常に似てて、うちのおばあちゃんがね、もう作ってたんですよ、子供の頃。こういうベニエっていうフレンチドーナツっていう感じになるのかな。いや、サーターアンダギーとほぼ一緒。そうなんだ。黒糖とかでは作ってないんですけども、こういう感じのプレーンにはもう非常に近いので、おばあちゃんの味やもうと再会できるかなっていう期待してちょっと食べさせていただきます。コナさんも同時に大丈夫ですよ。一緒に食べましょう。いただきます。サクサク。で、中がしっとりしてます。そう、サクサクではあるんですけれども、本当に中がしっとりしてるので、いいおばあちゃん、アヌマリーという名前だったので、アンダギーにちょっと似てますね。アヌマリー、アンダギー、似てる。おばあちゃん、似てる？似てた今。じゃあかなさんぜひ。はい、これココナッツのですね、甘みが加わってて、なんかさらになんかおやつっていう感じで子供たちが好きかもしれないです。ずっとね、編集しながらかなさんが寂しそうにクリスタルと僕がいつも食べてるのを見てるなっていう。美味しそうだなって思いながら、願いが叶いました。用意しましょうと思って用意しました。やった。これ僕ちょっと止まらないので、もうちょっといきます。でもこうやって並べてなんか味の食べ比べできるの楽しいですね。いいですね。これ本当に今回回ったところがね、もう素晴らしい。
場所の数々だったので、今日ねちょっと実際ねロケではね、いつも急いでなかなかちょっと味見ぐらいなんですけど、今日じっくりと食べれて本当良かったですね。ありがとうございます。でもう最後にね、公設市場で魚屋さん、やっぱあそこは魚が有名なので魚屋さんも一箇所行きたいけど、やはり沖縄のもう魚の色鮮やかな、カラフルなね、カラフルな感じを見るのもいいですし、ちょっと怖いのが出てきましたね。あれびっくりしました。私初めて見た。オコゼ。そう、オコゼってやっぱり沖縄の海の中でとっても危険な魚で、とっても気をつけなきゃいけないし、しかも周りの色と同化してるからなかなか見れないっていう。岩みたいな感じでしたもんね。そうなんですよ。でも背中に針があって、もう刺されたらね結構ご愁傷様ですっていう感じなぐらいの猛毒なので、これが普通に手で掴んで、素手でね掴んでましたよ。しかも食べ物だって知らなかった。そっかそっか。それ食べれるっていうのは知らなかったので、なんかすごく衝撃的だったし、しかももう見た目あんまり魚に見えないっていう、見えないです。なんだろうこの宇宙人みたいな感じなんですけど、怖いイメージしかなかったのにこんな間近で見れるっていう大きかったですのはね。もうねびっくりしましたね。いや本当にとりあえずね普通に街ぶらりみたいな感じで、あまり何も決めずにとりあえず気になったものを、探っていくっていう、聞いていくっていう感じは非常に楽しかったですね。それもいいですね。それもいいですねって思ったんですけれども、本当に昔から皆さんに愛されるこのね商店街と市場が見れて、もうなんだろうねタイムリープみたいな感じというか、もうずっと時代変わらずという感じですし、使用者としてもうそうなんですけれども、やっぱり働いてる方々でも、もう子供の頃からこの市場を走り回ってましたとかっていう感想を聞けて、そこで働いてる方々でもやっぱりもう一つの生活の中昔からあるもので、やはりずっと昔からの沖縄が残っている場所、そしてそこで食文化も感じられるっていうところはとっても貴重な場所ですので、ぜひぜひ皆さんも行ってみてください。さてかなさん、来週はですねちょっと特別配信になります。今月がですね木曜日が5回なんですよ。なので来週はねちょっとこれまでのいろんなロケですでに体験しましたいろんな沖縄の伝統を体験できるイベントと、クリスタル2人で初めて2人だけで頑張って、かなさんのコメントに頼らずに2人だけで頑張ってまいりますので、来週はねちょっとプチ沖縄トラベラー特別版として皆さん楽しみにしててください。再来週は通常版のねロケで、またお届けします。そしてもう一つね、もうあと数日今回のねザ・チャレンジ内プチ沖縄トラベラー第2回が放送されます。お願いします皆さん。今回まではね、2回目はこれまで YouTube で展開した総集編として、またかなさんと一緒にロケに出て振り返るという感じなんですけども、今回はね沖縄の未知と散歩っていうテーマで、テレビ版も皆さんぜひぜひ楽しみになさっててください。それでは See you シーサー